はい、どうも市川の便利屋です。本日は草抜きのお仕事を2件いただきました。そのダイジェストを見ていただこうと思います。まず1件目のお家周りを見てもらっているわけですけども、今回江東区のお家2件からお仕事をいただきました。江東区ですので、市川から自転車で片道1時間15分ほどかかるんですけども、1件目と2件目の距離が自転車で5分ぐらいですので、幸いなことに1日で2件ポンポンと回ることができたので、非常に効率のいいお仕事をさせていただけたかなと思います。で、まず1軒目のお家周りを見ていただいているわけですけども、はい、今第2コーナーを曲がりまして、後ろを振り返ったところですね。はい、生き生きと草たちが生えております。道幅としては60センチほどなんですけども、びっしり草が生えていると。前回はこのご依頼主様が自分で草抜きされたらしいんですけども、やっぱり大変だったみたいで、今回は試しに草抜きを頼んでみようかということになったそうです。ちなみにだいたいこのお家周りの細い道合計しますと9平米ありました。そしてお庭が8平米ですので、合わせて17平米ということになります。はい、それを今から草抜きしていきます。だいたい3時間ぐらいで終わったらいいかなと思ってます。はい、3時間で終わってで2軒目もポンポンとできれば1日で十分回れる距離ですね。はい、こちらお隣さんとの塀が低いのでかなり作業はやりやすいかなと思いました。ということで、ではまた早送りで見ていただきましょう。今回は40倍速です。3、2、1、スタートです。ではまずはお庭の部分ですね。はい、こちら6ヶ月ほど前に草抜きをしたらしいんですけども、もうこんなに伸びていますね。はい、またいつもの作成になるんですけども、全部で4回同じ場所を作業するんですけども、まず1周目はざっとこのように草を抜いていくということですね。はい、鎌を使ったり素手でやったりと、はい、植木軽く切ってほしいということだったんで、今剪定バサミで切りましたね。はい、瞬殺でしたけども。はい、2周目ちょっと熊手のちょっと大きい板を使ってですね、軽く表面を削ってみました。すると大体葉っぱが取れましたね。はい、こうすることで葉っぱが取れた後芯だけ残っているしぶといやつが目立ちますので、それを3周目で取っていくと。でこの時に鎌を入れてですね、根っこが取れるものは取るし、それでも難しいものは成長点だけね、地面のちょっと下の部分ですね、ちょっとだけ埋まってる部分を切っちゃえば草はもう生えてきませんので、この辺りを意識しながら取りました。そして4周目ですね、ふるいを使いながら取ってますね。土をごっそり削ってふるいにかけて、土と砂利と草や根っこを分離していくという作業ですね。はい、これをするとかなり綺麗になりますね。続きまして家周りの狭い路地ですね。この辺りはシダがすごく増えていましたね。よく見ると地中にシダの根っこがかなり張り巡らされていました。シダというのは暗いところでも育つし、根っこでどんどん増えていくんですね。一つの株が種で成長するとかじゃなくて、胞子で増えていきますので、どっちかというと苔とかキノコに近い部類ですよね。だから火があんまり得意じゃない、直射日光がない方がいいわけですね。だからこういった狭い路地では生き生きと育っていきますね。はい、これを放置すると厄介ですので、根っこをなるべく取り出しながら除草作業をさせていただきました。これ早送りするとよくわかるんですけど、右下の方で虫がガーって逃げてるの分かりますよね。はい、ゆっくりだとなかなか見つからないんですけども、はい、早送りにすると虫がわらわら逃げていくところが見えるっていうのがまたね、この早送りの特徴ですね。はい、続いて家の裏手ですね。こちらも低い草が茂っておりますね。ちょっとこの辺りセタカアオダチソウが増えましたかね。そして取ったら、下に苔系の草といいますか、苔が結構生えてましたね。この地表を覆ってしまう苔っていうのは本当に厄介で、これを捨ててもいいんですけど、捨てちゃうと土が減ってしまうので、苔を捨てるとなると土ごとポコッと取ってしまうので、なかなかこれも悩みどこなんですけども、なるべくね、ふるいにかけて土と苔を分離させながら除去できたらなとは思っているんですけどね。はい、そうしてこちらですね、東の部分ですね、お宅のお家の東の通路ですけども、こちらはお隣さんとの塀が高かったもんですから、体の向きを変えるというのがなかなか難しかったなという印象がありますね。可動範囲に制限がある中、中腰になりつつ今一生懸命草を抜いている最中ですね。はい、まずざっと抜きまして、この後熊手の木板ですね、冷気がけをしまして、土の表面をちょっと削っておりますね。はい、削っておりまして、この後に一気にふるいにかけて表面の苔や草の根っこを分離させていくという作業をいたしました。若干湿っておりましたので、ふるいにかけた時にふるいの面に土が詰まってしまって若干大変でしたね。
はい、作業3時間ほどさせていただきまして、終了後の風景見ていただきましょう。はい、まず前方に最初に刈り込んだ木が見えますね。はい、そしてコーナー曲がって細い道、はい、逆サイドからお庭をチェックしました。はい、大丈夫ですね。はい、庭木の方も完全に刈り込んで短くなりました。はい、第1コーナー曲がりまして、第1通路ですね。はい、この辺り割とオーソドックスな草が生えていて、まあ普通といえば普通の茂り方でしたね。はい、そこまで難しさは感じなかったですけども、姿勢がちょっと難しかった。はい、そして家の裏手部分ですね。この辺りからシダがだんだん増えてきて、なかなか冷気がけしても歯に引っかかるようなね、そんな状況でしたね。こちらも綺麗になりました。土の質感としましてちょっと粘土質な感じがしまして、湿気た状態ですと長靴の底にへばりつくんですよね。ですので外に出る時にしっかりこの塀の端っことかでですね、土をゴリゴリこすって落としてから出ないといけないっていうね、ちょっとした煩わしさはありましたけども、まあおおむね取りやすかったんじゃないかなと思います。はい、そして最後の通路ですけども、配管だとか室外機がありましたので、そこに絡みついている草があったので若干時間がかかったかなという印象ですね。では最後にビフォーアフターの写真を比べてみましょう。まずは庭の部分ですね。はい、こちらを茂ったこの庭がどうなったかと言いますと、こうなりました。すっきりしましたね。見比べるのが一番楽しいですね。山登りしてこう今まで登ってきたのをこう振り返って眺めるみたいなね、そんな感じがしますね。伝わったかな。はい、続きまして配管にたくさんこう絡まった草があるエリアですね。はい、こちらがこうなりました。すっきりしましたね。はい、裏手の通路ですね。割とこのギザギザした葉っぱがシソみたいな感じでいい匂いを醸し出してたんですけども、はい、これがどうなったかというと、はい、すっきりしました。こんなに配管があったんですね。知らなかったですね。はい、続きまして庭横の通路ですね。割とオーソドックスな草が生えているエリアですけども、はい、こちらがどうなったかというと、こうなりました。まあ湿気でなければもっと簡単にできたかなという感じがしましたけど、無事に仕上げることができてよかったかなと思います。そして玄関前の砂利エリアですね。これ 2,3 個だけ草が生えただけなんで、とってもビフォーアフターあまり変化はなかったんですけども、一つも草が残ることなく仕上げることができてよかったなと思います。では今回いただいた作業量を発表したいと思います。今回いただいたのは9,000円でした。最近はなかなか現金を持っている方が少ないようでして、作業前にお見積もりをさせていただきまして9,000円ですとお伝えしたら、すぐにコンビニまで行ってくださって、わざわざ ATM から現金を下ろしてきてくださいました。そしてお仕事があったようですので、作業の始まる前にもすでに出発されまして、先に9,000円渡して、あとは作業自由にやってくださいという感じで渡されました。で3時間後に無事作業終わりまして、このような写真を撮って終了報告もさせていただいたという次第です。はい、では続いて2件目の作業ですね。今回はただ家の前のこの茂った草を取るのがメインですね。お家周りは別に必要ないということで、それでは4倍速で見ていただきましょう。スタートです。はい、早くもメインの草の塊がもう取れつつありますけども、この溝みたいになっているエリアのある地点でこう土が溜まってたんですね。隣近所から土が流れてきて、雨の日に流れてきたものが堆積してですね、そこに草の種とかが飛んできて生えてきてしまった、そういった状況だと思うんですよね。で前回はお隣さんがこう草抜きする時についでに抜いてくれたから大丈夫だったそうなんですけども、今回お一人ではちょっとどうにもできないということでご連絡いただきました。で家の前の草だけ抜くのでね、ちょっと申し訳なかったので、花壇にアロエが大きく育ってましたので、これどうしますかと聞いたところ、もう抜いてくださいというふうに言われましたので、こちらはサービスで抜かしていただきました。アロエはね、水もあげなくてもある程度育ちますので、手間のかからないの割には、やけどのね治療とかにも使えますから、あっても悪くない草ではあるとは思うんですけどもね。で立派に育っていたので、ちょっと抜くのは心苦しかったんですけども、お客さんのご要望を優先で抜かしていただきました。そして横にあった庭木の方も抜かしてもらったわけですけども、ここまででも30分ぐらいで終わってしまいましたね。で今ちょっと抜いてるエリアでですね、アリの巣が見つかりましたので、その辺りの除去の方をやらせていただいたりとか、それぐらいで済みましたので、比較的早く終わった現場かなと思います。というか今年入って最短の現場だったと思います。全部で1時間もしなかった、それぐらいの感覚でしたね。手作業で散らばったものを拾いまして、はい、ということで終了です。
ではビフォーアフターの写真を比べていきたいと思います。最初はこんな感じでこんぼり生えておりましたね。これがメインでしたけども、こうなりました。はい、すっきりしましたね。非常に土が浅い、当たり前ですけども、コンクリートの上に土が乗ってるだけでしたから、ここに生えてた草を取るのは簡単でしたね。あと家の横の道ですけども、若干生えてたので取ってしまいました。こんな感じで、はい、見える部分だけでもね、ちょっと取っておいた方がいいかなと思いまして、はい、別角度で見てみましょう。こんな感じで綺麗になりました。はい、そしてこの1時間でいただいた作業料の方ですけども、5500円でした。そして暑かったでしょう、大変だったですねと言って、ドリンクでも飲んでくださいと言って、さらに2000円もいただきました。お気遣いありがとうございます。ということで1件目の9000円と合わせまして、本日の作業量の合計は16500円になりました。ありがとうございました。今回ね、往復で2時間半かかりまして、で作業で結局4時間5時間かかりましたけどもね、1日外に出てたことにはなるんですけども、こういった2件ね、近いところで2件作業させていただけたっていうのは本当にありがたいなと。なかなかこういった奇跡は起こりにくいものですからね、非常にありがたかったなと思います。最近出張範囲も広げまして、一番遠くだと板橋区まで遠征させていただいておりますので、もしね東京23区の中で困っている方いたらですね、気軽にご連絡いただければと思います。基本隣の市とか区までしか自転車では行きませんけども、だいたい15キロが目安ですけどね、はい、それを超えた分に関しては電車を駆使して向かわせていただきますので、お見積もりは LINE またはメールでお問い合わせください。草抜き、剪定、伐採、抜根、家具の組み立てなども対応しております。ご連絡お待ちしております。